皆さん、こんにちは。ヒロのポッドキャストのお時間です。皆さん、お元気にしておりますでしょうか？今日のポッドキャストでは、グランディール1位に行ってきたお話をしていきたいと思います。函館市にですね、昨年の12月にオープンしまして、グランディール1位というところができました。以前はですね、イトーヨーカドーというスーパーが入っていたところだったんですけれども、そこが閉店して、しばらくしてですね、工事が始まって、いよいよ昨年の12月にオープンしたというところでございます。場所としては、隣がですね、メガドン・キホーテという、皆さん聞いたことある方も多いかと思いますが、安いですね、ところ、スーパーだとか、雑貨品も含めてですね、あるようなところなんですけれども、それの隣というところにできたという感じになっています。で、私たちもですね、日曜日の夕方に行ったという話になるので、いつもですね、平日とかに行くような方だと、ちょっと客層だとかですね、一部違うところもあるかもしれませんが、あくまでちょっと日曜日の夕方はこんな感じだったというところを情報共有していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。何店舗かですね、と言いますか、たくさんお店がグランディール1の中には入っているので、全部正直回れはしなかったんですけれども、何店舗かだけですね、回ってきたということになっていますので、1店舗ずつですね、ちょっとお話をできればと思います。1つ目ですが、西松屋ですね。こちらに行ってきました。西松屋は皆さん聞いたことある方もいるかと思いますが、子供用品ですね、を取り扱っているお店で、函館市内にも何店舗かあるということになっています。ですが、今回のグランディール1の西松屋はですね、私たちの感想としては、もう一番最初に思ったのが、もう広いなというふうに思ったのがあります。広い、品物もたくさんあってですね、見やすいなというところだったんですけれども、特にですね、そう思った理由の一つとしては、商品の棚と商品の棚の間が非常にですね、広く取っているのかなと。なので、ベビーカーとか、あと、抱っこ紐とかで子供抱っこしていたとしても、例えば正面から他のお客さんが来たりしても、肩をですね、半身にして、避けたりしなくてもよく、あまりですね、気使わないで、ものをですね、見れるような、そんな広い、間取りになっていたというところがあるので、これはですね、非常に買い物しやすいなというふうに、思ったのが一つあります。あとはですね、私たち、買い物行った時に、どうしてもですね、見当たらなかった商品があったので、店員さんにちょっとお聞きさせていただいたんですけれども、その時の店員さんの対応もすごいですね、丁寧で、迅速で、こちらとしては非常に助かったというのがあります。やっぱり気合が入ってるなというような気持ちが、こちらにも伝わってきましたので、またですね、こちら西松屋の方にはちょっと行きたいなというふうに、思いました。ので、皆さんもぜひですね、こちらの方行っていただいてもいいのかなと思います。そして2つ目としてはですね、こちらも皆さんちょっと気になっている方多いのかなと思うんですが、子供たちを遊ばせることができる一位の森というところですね。こちらの方は、結果から申し上げると、中には入らなかったです。こちらは入らなかったです。で、なんでかっていうとですね、外側から中の様子って見れるんですけれども、中でですね、遊んでいる子供たちがやっぱり日曜日の夕方、なので少し少ないかなと思ったんですが、非常にですね、たくさんいらっしゃいまして、で、もうどこで遊んだらいいんだろうかなっていうぐらい、スペースが外から見てるとあまりないようにちょっと思えたというのがちょっとですね、行かなかったという理由の一つです。あとはですね、キャッチボールをしている親子が何組かですね、いて、やわいボールを使っているんだろうなと思うので、そんな危なくないんだとは思うんですけども、それがちょっとぶつかってきたりしたり、すると、ちょっと危ないかなと、思うようなところがありまして、うちの娘もまだ1歳6ヶ月というところなので、そういうのをちょっと避けたりだとか、
走り回ったりした時にぶつかったりですね、するっていう恐れがあったので、ちょっと残念だったんですけども、中には入らなかったということで、引き返して、きました。だったらですね、もう少し、うちとは違って大きいですね、子供がいらっしゃる皆さんであれば、楽しんでいくことができるような内容といいますか、フィールドになってたので、そこはですね、ぜひ皆さんも行っていただいて、逆に教えていただけるといいなというふうに思っております。で、ただですね、ここはご存知の方いらっしゃると思いますが、1時間あたり子供が400円、大人が100円ということで、ちょっと料金がかかってしまうというのがですね、ネックだなっていうコメントとかも、あったり、してたんですけれども、試しに行っていくには、いいのかなっていうような価格帯であるので、ぜひですね、もう少し大きい子供だとか、であれば、楽しんでいただけるような場所なんじゃないかなというふうに思ったところでございます。あとはですね、この1時間じゃなくて1日券というのも、どうもですね、販売している様子でしたので、その分ちょっと値段は上がるんですけれども、なんか出入りが自由になるような書き方をしてたなというところがありますので、1日ですね、1時間以上、遊ぶようなことがあれば、そちら使ってもいいのかなということで、これからにちょっと期待しつつですね、外から見てきたというところでございます。あとはですね、ダイソーの方にも私たち行ったんですけども、ダイソーもですね、非常に広くて、品数もたくさんあったので、必要そうなものっていうのは大体揃うかなというような印象を受けました。非常に大きいのもそうなんですけど、あとセルフレジもですね、数台あるので、なんか混んだりだとか、そういったこともないのかなというふうな印象を受けておりますので、こちらもですね、また行きたいなというところでございます。あとはですね、トライアル、スーパーのトライアルっていうのが地下の方にですね、入っておりまして、で、こちらもですね、あまり私たちもトライアル、函館市内にも他に店舗があるんですけども、行ったことなかったんですけども、中に入って、商品とか見ると、やっぱりですね安いなっていうふうに思うところがたくさんあったので、これであれば、来てもいいよなっていうふうに思ったところがあります。あとは、レジカートと言われるものですね、だと思うんですが、それがありまして、ホームページの方を確認すると、レジの待ち時間をこう短縮できるように、なんか機械的にですね、あの、キャッシャーといいますか、商品をこう購入できるというような仕組みになっているレジカートというのがあるようでして、ただ、それ使うにはなんかプリペイドカードですね、オリジナルのプリペイドカードを使わないと、その対象にならないということなので、事前に登録は必要そうではあるんですが、レジの待ち時間って皆さん、多分あんまり好きな人いないのかなと思うんですけども、そこを短縮できて、スムーズに、買い物ができる。で、なおかつ商品も、安くて、えー鮮度もですね、そんなに悪いなっていう印象を受けなかったので、そういった買い物ができるっていう場所だったので、これはですね、いい場所なのかなというふうに思いました。ちょっと私たちは住んでいるところが少し離れているので、なかなか日常的に行ける場所では、ないので、レジカートのそのプリペイドカード登録するっていうのはまた今度、考えなきゃいけないかなっていうような印象ではあるんですけども、もしお近くに住んでいる方はですね、ぜひ一度、こちらもですね、使ってみるのもいいのかなというふうな、印象を受けました。ここまでちょっと簡単ではありますけれども、グランディール1に行ってきた、印象、そしてお店のところをお話ししました。あとはですね、本当に傍から見た感じですが、北海道といいますか、函館には少なくとも初めてですが、サイゼリヤがですね、入って、すごいですね、並んでましたね。やっぱり安いっていうですね、ところがありつつも美味しいですね、ファミレスというところなんで、こちらはですね、列ができていましたので、ここもですね、ちょっと混むのが一段落した、そんな時期に私たちも行って、一回はですね、挑戦してみたいなというような思いがあります。そんなところで、これからもですね、まだお店ができるような書き方しているフロアもありましたので、まだまだ進化していくのかなというところはちょっと期待しつつですね、これからの動向を、楽しみに待っていきたいなと思います。
であとは、駐車場がですね、こう屋上はもちろん外なんですけれども、他の階は、いわゆる立体駐車場になっているので、雨とか雪とか、天気悪い日もですね、そこに入ることができれば、全部で、上から下まで、階を隔てればですね、必要そのものはもう大体全部揃うというようなところがあるので、うまく使えばですね、1箇所で買い物が終わるというようなところもありつつ、子供がですね、もうちょっと大きくなれば、遊ばせて行くこともできるっていうような、非常にですね、便利な場所になりそうだな、なんていう印象を受けております。え、若干気をつけるべきところとしては、若干ですね、やんちゃそうな、服装をされている、方々もいらっしゃいましたので、そういった方々に、ちょっと気をつけつつですね、必要なものを揃えて、遊んでということはできる、そんな場所になっていくのかなというような印象を受けました。またですね、こちらにいた時には、またポッドキャストでお話をして皆さん情報共有していきたいなというふうに思います。それでは簡単ではありますが、今回のポッドキャストはここで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、お願いいたします。